のささやきの朗読や俺は夜の道でヒッチハイカーを探している。善意ではない。ああいうのは向こうから車に乗ってくるから楽なんだ。行き先を聞いて少し話をして安心させてやればいい。あとはこっちの好きにできる。昔はそれがもっと簡単だった。少し減速をして声をかければ疑いもせず助手席に座る奴がいたし、ああいう何も知らない顔を見るのが割と好きだったんだ。けど今はどうだ。何時間走っても人影一つ見えない。みんな賢くなったのか、それとも臆病になったのか。どっちでもいいが、俺にとっては退屈でしかなかった。だけど俺はそれでもやめられなかった。夜になると気づけば車に乗っている。まだどこかにいるはずなんだ。道の端で誰かの車を待っている奴が。だから俺は同じ道を何度も走る。あの村へ続く道を。ヘッドライトに照らされたアスファルトは白く浮いていて、その先はすぐ闇に沈み、ガードレールの外がどうなっているかもわからないまま黒く続いている。遠くでカラスが鳴いて、縁起でもねえなぁ、と小さくつぶやいたとき、視界の端に人影が引っかかった。俺は一瞬見間違いかとも思ったが、もう一度見ると、霧の中に女が立っている。黒い髪が肩のあたりで揺れていて、片手を上げているが、その仕草には焦りも必死さもなく、ただそこにいるだけみたいに見えた。思わず俺の口の端が上がる。いたじゃねえか。そのまま俺はブレーキを踏み、車をゆっくりと寄せると、女は逃げるでもなく、同じ速度で近づいてきた。近くで見ると、拍子抜けするほど普通だった。髪も服も汚れてない。どこにでもいそうな女。こんな時間に珍しいな。俺がそう言って窓を下げて声をかけると、女は少しだけ首を傾ける。そう？いや、そうだろ。普通こんなところで立ってないって。俺が軽く笑って言うと、女は少し考えるように間を空けてから、立っていたら誰か来ると思った。そう言うんだ。じゃあ、今来たな。俺がそう返すと、女はほんの少しだけこちらを見て、うん、とうなずいた。そのやりとりが妙に噛み合っているようで、どこかずれている感じが残った。それで、どこまで行く？女はすぐには答えず、一度暗い道の奥の方を見てから、村まで、と口にした。村？この先のか？うん。いや、でもあそこ何もないぞ。少し笑いながら言うと、知ってるよ、と短く帰ってきた。え？知ってて行くのか？だって、帰るだけだもん。その言い方にわずかに引っかかるものがあった。帰るって、誰もいないだろう。そう言うと女は少し間を置いてから、あるよ、と言った。同じ言葉なのにさっきより静かで、妙に耳に残った。まあいいや、乗るか？そう言うと女、マキは小さくうなずいて助手席に乗り込んできた。ドアが閉まる音がやけに軽く響き、そのまま車を出しながら横目で様子を見るが、やはりどこもおかしくない。髪も服も綺麗なまま、最初に見た時と何も変わらなかった。この辺来たことあるのか？俺が何気なく聞くと、マキは窓の外を見たまま、何度も、と答えた。何度も？一人でか？俺が少し笑いながら返すと、
マキはわずかに間を置いてから、連れてこられたの、と言った。その一言で空気が少しだけ沈んだ。ふーん。俺はそれ以上は聞かず、ハンドルを握り直した。エンジン音とタイヤの音だけが車内に残り、マキは相変わらず外を見続けているが、その視線は妙に正確で、まだ言っていない分岐を知っているみたいに先を追っていたんだ。ナビいらねえな。俺が冗談っぽく言うと、マキは少しだけこちらを見て、もうすぐ、とだけ言った。え？何が？わかるよ。それだけ言ってまた外を見る。そして俺はそのままあの村へ続く道に入った。そしてふと視線が落ちた。助手席の足元、マキの靴の先に黒い土がついている。俺は一瞬思考が止まった。乗せた時には確かになかったはずだ。見間違いではない。なのに今は湿った土がこびりついている。その土、どっかで踏んだ？何でもないふりで聞くと、マキは少しだけこちらを見てから、それから自分の足元を見るでもなく、と首を横に振った。最初から。そう言ってまた外を見た。まるで本当に最初からそうだったみたいに。最初から、そう言われた後もしばらく何も言えなかった。最初からなわけがない。俺は乗せるときちゃんと見ている。靴の先まで無意識に確認しているんだ。そういうのは癖みたいなもんだ。それなのに今は黒い土がはっきりとこびりついている。そうか。俺はとりあえずそれだけ返しておいた。それ以上突っ込むのも面倒だったし、どうせ賛同だ。どこかで踏んだだけかもしれないと自分に言い聞かせた。そういうことにしておいた方が俺にとっても都合がいい。車はそのまま進んでいく。さっきよりも道は細くなり、ガードレールの途切れた場所が増えて、ヘッドライトの先に映る景色もどこか歪んで見えた。マキは相変わらず外を見ている。この辺り変わったな。俺が何気なく言うと、マキは少しだけ首を傾けた。そう？この道はもっと広かった気がするけどな。昔はね。その言い方がまた引っかかった。昔っていつの話だよ。俺が軽く笑いながら聞くと、マキは少し考えるように間を置いて、人がいた頃、そう答えた。その一言で車内の空気がわずかに重くなった。今はいないみたいな、そんな言い方だな。いないよ。即答だった。さっきはあるよ、と言っていたくせに、今はいないという。話が噛み合っていない。じゃあ、何しに帰るんだよ。少しだけ踏み込んで聞いてみた。マキは外を見たまま答える。残ってるから。何が？そのまま。意味がわからなかった。いや、それ答えになってないだろ。俺がそう言うと、マキは少しだけこちらを見た。その目がさっきよりも暗く見えた気がした。すぐわかる。またそれだった。それ以上は何も言わない。会話が続かないわけではない。続けようと思えばできるのに、どこかで止まるんだ。まるで、これ以上俺と話す必要がないみたいに。気味が悪い。俺は視線をそらそうとして、ふとまた足元が気になった。さっきの土、もう一度確認する。靴の先だけじゃない。さっきよりも広がっている。黒い土が靴の側面までついてて、乾いているどころか湿って重そうに見えた。おかしい。さっきより増えているんだ。なあ。俺は思わず声をかけた。
その靴、さっきより汚れてないか？マキは自分の足元を見ないまま答えた。そう？いや、さっきそんなについてなかったろ。気づかなかっただけじゃない？軽く言われた。いや、さすがにわかるって。俺はそう言いながらも言い切れない自分がいる。本当に見落としていただけかもしれない。そう思いたいだけかもしれない。マキは何も気にしない様子で外を見続けている。俺はその横顔を見て違和感がまた一つ増えた。髪の毛。さっきは気づかなかったが、よく見ると毛先のあたりに何かが絡んでいる。細かい黒い粒。石か土か。なあ。俺はもう一度声をかけた。髪になんかついてるぞ。マキは少しだけ首を傾けた。え？どこ？その毛先のあたり。俺がそう言うと、マキは指で軽く髪を触る。だが何も取れない。何もないよ。そう言ってまた手を戻した。だが俺には見えているんだ。確かにある。小さな石みたいなものが髪の間にいくつも引っかかっている。さっきまではあんなものはなかった。間違いない。いや、ついてるって。俺が少し強めに言うと、マキはまたこちらを見た。そしてその目がさっきよりも近く感じた。これが見えるの？俺はそう聞かれて一瞬言葉に詰まった。は？見えてるんだ。意味がわからない。いや、普通に見えるだろ。俺がそう言い返すと、マキはほんの少しだけ笑った気がした。そっか。それだけ言ってまた前を向く。その反応が妙に気持ちが悪い。まるで確認されたみたいだった。何をとは言えないが。そして車はさらに奥へと進んでいく。道はほとんど舗装が剥がれていて、タイヤが小さく跳ねるたびに車内に細かい振動が伝わった。あたりは完全に山の中だった。街の明かりなんてとっくに見えない。その時ナビが小さく音を立てる。画面に目をやった。表示されている道がおかしいんだ。今走っているはずの道が途中で途切れている。その先がない。え？俺は思わず声が出た。壊れたのかと思って操作するが反応はある。ただ道が表示されていない。代わりに見慣れない地名が浮かんでいる。今は使われていない古い呼び方だ。なあ。声が少し低くなる。この辺り、こんな名前だったか。マキは画面を見ようともせずに答えた。そうだよ。いや、違うだろう。今は。俺は言いかけて止まった。今は、じゃない。それは昔の名前だ。村がまだあった頃の。なんで知ってんの？自然とそう口に出ていた。そしてマキはゆっくりとこちらを見る。そして静かになった。だって、そこにいたから。その一言で背中に冷たいものが走った。何が？マキは少しだけ首を傾けて、あなたもいたでしょ？と言った。呼吸が止まる。この道何度も通ってた。マキの声はさっきと同じ静かなままなのに、妙に近く聞こえた。夜の方が好きだったよね。誰もいないから。心臓が大きくなった。ここ。マキが前を指す。好きだったんでしょ？その言葉で俺は思い出してしまった。あの場所。誰も来ない
声も届かない、逃げ場のないあの村を。もうすぐだよ。マキが静かに言った。その口元に黒いものが見えた。土だ。歯の間にこびりついている。そしてマキは続けた。埋めた場所。埋めた場所。その言葉が落ちた瞬間、頭の奥で何かが弾けた。思い出したくもない光景が勝手に浮かび上がる。暗い村の奥、崩れかけた家、足場の悪い土の地面。あの時も夜だった。声は途中から聞かないようにして、俺は動かなくなってからまとめて土をかけた。何人だったのかはもう覚えてない。覚える必要もなかった。そのはずだった。何の話だよ。俺はとぼけるように言うが、ハンドルを握る手は汗で滑っている。そしてマキはこっちを見ていた。さっきまで外を見ていたはずなのに、いつの間にかずっとこちらを見ている。ここだよ。静かに言った。顔は変わらない。変わらないはずなのに違うんだ。髪の間に石が増えている。さっきよりも明らかに多い。細かい砂と小さな石が絡みついて、まるで地面から引きずり出してきたみたいになっている。やめろよ。ふざけんなよ。俺はアクセルを踏んだ。だが車が加速しない。エンジンの音はしているのに前に進まないんだ。タイヤが空回りしているような嫌な感触だけが伝わってくる。なんだよこれ。俺は焦ってブレーキを踏み、ギアを入れ直した。反応はあるのに動かない。その間にもマキはずっとこちらを見ている。その口元、歯の間に黒い土が詰まっている。それはさっきよりもはっきりと。ここ好きだったでしょ？その言い方は確認ではない。分かっていて言っているんだ。誰も来ないから。やめろよ。声も届かないから。やめろって言ってんだろ。俺は叫んだ。その瞬間エンジンの音がふっと消えた。完全な静寂。耳鳴りみたいな音だけが残る。俺は外を見た。霧の向こうに村が見えている。崩れた家、傾いた柱、黒く抜けた窓。全部覚えてる。何度も来た場所だ。着いたね。マキが言った。その声がすぐ横ではなくて、もっと近いところから聞こえた気がした。俺は振り向いた。近い。さっきより距離が近い。いつの間にか体をこちらに寄せている。その髪から土が落ちた。パラパラっと膝の上に落ちてくる。なあ、お前誰だよ。分かっているくせに聞いてしまった。マキは少しだけ首を傾けた。わからないの？その目が暗い。何人目？俺は心臓が止まりそうになった。ねえ、思い出せないの？その瞬間、後ろで音がした。ギシッと。俺はゆっくりと振り向いた。後部座席、暗くてよく見えない。だけどいる。誰かがいるんだ。そして一人じゃない。複数の気配が重なっている。嘘だろ。俺はドアに手を伸ばした。だけど開かない。ロックは解除されているのにびくともしなかったんだ。窓も同じだ。押しても引いても動かない。開けろ！俺は叩いた。何度も叩く。だが外は何も変わらない。霧が揺れているだけだった。ねえ。そしてすぐ横で声がした。マキがすぐ隣にいる。さっきよりさらに近い。私だけじゃないよ。その言葉と同時に
後ろの気配が一気に濃くなった。息、髪、何かが擦れる音。複数の何かが確実に車の中にいる。やめてくれ！体は動かなかった。逃げようとしているのに足に力が入らないんだ。今度はあなた。マキの手が伸びる。冷たい。土の感触が混じっている。置いていく番。その瞬間視界が揺れた。引っ張られる。俺は引っ張られた。シートから無理やり引き剥がされる。やめてくれ！叫んだけれど声が途中で途切れた。外だ。地面に引きずり出される。土の匂い、湿った冷たさ。そして何かが足に絡みつく。手が、腕が何本も伸びてくる。掴まれて引かれる。沈む。そして暗い。何も見えなくなった。ただ声だけが近い。いくつにも重なって。だけど最後まで聞き取れなかった。それからしばらくして、あの道でまたヒッチハイカーを見たという話が出るようになった。夜中霧の中に立っている女。黒い髪で静かに手を挙げている。行き先はもう決まっているんだ。あの村だ。ただ最近は一人じゃないらしい。これは俺が大学4年の夏に体験した話です。今でも少し後悔していますし、正直に言うとあまり思い出したくない出来事でもあります。当時の俺には腐れ縁みたいな友達が一人いて、名前はまさきって言います。高校からの付き合いで特別仲がいいってわけでもないんですけど、なぜかずっと一緒にいるような関係でした。そのまさきと大学卒業前の最後の夏休みにあることをやろうっていう話になったんです。それは北海道から自分たちの住んでいる県までヒッチハイクで帰る。ただそれだけのことなんですけど、そこに2つ条件をつけました。夏休みが終わるまでに帰れるかどうか。それともう一つ、各地で一つは怪談を聞いて帰ること。今思えば本当にくだらない遊びだったと思います。でも当時はそれが自分たちの限界を試すみたいで、妙に楽しかったんですよね。実際に旅が始まると思っていたよりもうまくいきました。ヒッチハイクってもっと大変なもんだと思ってたんですけど、意外とみんな親切で乗せてくれる人も多くて、トラックの運転手だったり、帰省中の家族だったり、営業の人だったり、その中の世間話の流れで、この辺りで怖い話とかないですか？って聞くと、意外とみんな何かしら話してくれるんですよ。山で見た変な影の話とか、廃墟に入ったら音がしたとか、その程度のものがほとんどでしたけどね。俺たちはそれをスマホにメモしたり、時々録音したりして、軽いノリで集めていました。その時は怖いというより、ちょっとしたネタ集めみたいな感覚でした。ただ今思い返すと少し気になることもあって、いくつかの場所で似たような話を聞いたんですよ。長い髪の女とか、夜道に立っているとか、そういうよくある話なんですけど、その中に関わると体調がおかしくなるっていう話が何回か混ざっていた気がします。その時は特に気にも留めなかったんですけどね。そして問題が起きたのはとある県に入ってからでした。その日は夕方頃にヒッチハイクで降ろしてもらって、特に行くあてもなかったので、近くにあった古い喫茶店に入りました。チェーン店ではなくて、地元の人しか来ないような少し暗い店でした。客は俺たち以外に一人もいなくて、
店主らしき年配の男性が一人でやっていました。俺たちはコーヒーを頼んで、少し休んでから、いつも通りの流れで聞いたんです。この辺りで何か怖い話とかってありませんか？するとその店主がほんの一瞬だけ手を止めました。わずかな間だったんですけど、空気が変わったのがわかりました。それからゆっくりとこちらを見て、こう言いました。やめといた方がいい話ならあるけど。その言い方が妙に引っかかって、まさきがすぐに食いついたんです。何ですかそれ？店主は少し黙ってから小さく息を吐いて話し始めました。それはここから車で30分くらいに行った場所に地元では有名な場所がある。昔そこでひどい事件があったらしくて、女性が暴行された上に殺された。かなりひどい内容だったらしくて、詳しくは誰も話したがらない、そう言いました。それ以来、そこでは女の霊が出るって言われています。ここまではよくある話だなって思いました。でもその後に続いた言葉が少しおかしかったんです。そこに行ったやつはな、必ず体調がおかしくなる。店主はそう言ってから少し言いにくそうな顔をして続けました。特に男はな、舌が痛いって言い出すんだよ。俺とまさきは思わず顔を見合わせました。正直、その時は少し笑いそうになりました。でも店主は全く笑っていなかったんです。それどころか本気で嫌がっているような顔をしていて。まあ、行ってないならいい。行く必要はない。そう言って話を終わらせました。その時点で本来ならやめておけばよかったんだと思います。実際俺は店を出た後、まさきに、やめとこうぜって言いました。でもまさきは違いました。ここまで来てスルーすんのダサくね？軽い調子でそう言ったんです。それはいつものまさきでした。無理に行こうとしている感じでもなくて、ただのノリみたいなものだったんです。俺は少し迷いましたけど、結局流されてしまいました。どうせ何も起きないだろうって、どこかで思っていたんです。その日の夜、俺たちはまたヒッチハイクをして、その場所の近くまで向かいました。さすがにピンポイントまでは行けなかったので、途中で降ろしてもらって、そこからは歩きました。街灯もほとんどなくて、かなり暗い道でした。スマホのライトを頼りに進んでいくと、だんだんと周りに建物がなくなっていって、完全に人気のない場所になっていきました。そしてしばらく歩いたところで、それらしい場所が見えてきました。暗闇の中に古い建物の跡みたいなものがぼんやりと浮かんでいて、そこに近づいてみると完全に廃墟でした。壁は崩れていて、窓も割れていて、人の気配なんて一切ありませんでした。でもその場所だけ妙に空気が重かったんです。風もないのに何かが揺れているような感覚があって、足元を見ると古くなった花や何かを備えた後のようなものが残っていました。ここじゃね？まさきが小さくそう言って少しだけ笑いました。俺も、まあ、それっぽいな、って返しましたけど、その時にはもうさっきまでの軽い気分はほとんどなくなっていました。だけど結局何も起きなかったんです。中に入るわけでもなく、外から少し見て、まあこんなもんか、と言いながら俺たちは引き返しました。帰り道も特に変わったことはなくて、まさきも、なんもなかったなーって笑って、俺も、そうだなって返して、その時一瞬だけ、本当に一瞬だけなんですけど、後ろの暗闇の中に白いものが立っているような気がしました。でも振り返った時には
何もありませんでした。俺は見間違いだと思いました。その時は本当に何も起きていないと思っていました。あの場所を離れてからも最初のうちは普通でした。来た道を戻って大きい通りに出て、なんとか車を拾って、そしてその日は適当に見つけた安い宿に泊まることになったんです。部屋に入った後もまさきはいつも通りで、結局なんもなかったなぁ。そう言ってコンビニで買った酒を飲みながら笑っていました。俺も、そうだったな、って返して。正直その時は少し安心してました。あの場所の空気は気持ち悪かったんですけど、それだけで終わったんだと思ってました。でもその日の夜中です。変な音で目が覚めました。最初は何の音かわからなかったんです。ただ一定のリズムで何かを小さく叩いているような、そんな音がしたんです。そしてよく聞いてみると、それは音ではなくて声だったんです。かすれた声で同じ言葉を繰り返していました。横を見ると、まさきが布団の中で体を丸めて震えていました。なあ、大丈夫かって声をかけたんですけど、反応がなくて。近づいて顔を見た瞬間、明らかにおかしいってわかりました。目が開いていたんです。完全に。なのにどこも見ていない感じで焦点が合っていなくて。そしてそのまま小さい声でずっと、いてえ、いてえって繰り返していました。俺はさすがにまずいと思って肩をゆすったら急に止まって、ゆっくりこっちを見て少し間を置いてから、なんかさ、って言ったんです。そこで一度言葉が途切れて、それからボソッと、舌が痛いんだけど。その一瞬であの喫茶店の話が頭に浮かびました。でもまさかと思って、いや、気のせいだろってできるだけ軽く返しました。まさきも、だよなって笑ってそのまま横になってました。でもその時点でもう空気は完全に変わっていました。次の日の朝、まさきは明らかに様子がおかしかったんです。顔色が悪くて、あまり喋らなくて。大丈夫かって聞いても、まあ平気って返すだけで。そのくせ歩き方が少しおかしくて、明らかに無理をしているような感じでした。それでもとりあえず外に出て、次の移動のためにヒッチハイクを始めました。何台か見送った後、ようやく車が止まってくれました。その車の中で、まさきがまた小さく言ったんです。やっぱ痛えわ。今度は笑えませんでした。そして俺もその時に気づきました。自分も少しおかしいことに。はっきりした痛みではないんですけど、確実に違和感があって、あの話と完全に一致してました。その瞬間に空気が一気に重くなった気がしました。それからはもう旅どころではなくなりました。次の県に行く予定もやめて、その日のうちに帰ろうって決めました。まさきもさすがに何も言いませんでした。なんか、やばい気がする。小さくそう言ってました。その言い方が今まで聞いたことがなかったくらい弱かったんです。それを聞いたときに、ああ、これは本当にダメなやつかもしれないって初めて思いました。そこからはとにかく帰ることだけを考えて動きました。ヒッチハイクももう階段を聞く余裕なんてなくて、ただ乗せてもらって、ただ移動をして、そしてなんとか自分たちの県に戻りました。それでそのまま俺たちは解散しました。とりあえず病院行けよって言って、まさきも、お前もなって返した。それが最後の普通に会話をした時でした。
その後からです。まさきがおかしくなったのは。最初は LINE でした。何かがいる気がする。夜中にそんなメッセージが送られてきて、最初は冗談かと思って、またかよって返しました。でもすぐに既読がついて、帰ってきたのが、いや、マジなんだ。それだけでした。そこからは少しずつ内容が変わっていきました。見られている気がする。音がする。寝れない。そんなメッセージがほぼ毎日来るようになりました。そして日に日に文章もおかしくなっていきました。そしてある日、こんなメッセージが来ました。違うって言ってるのに。それだけでした。俺は意味がわからなくて、何がって返したんですけど、返事はありませんでした。そしてその日の夜、まさきから電話がかかってきました。出た瞬間何も言わずに、荒い息だけ聞こえてきました。しばらくしてから小さな声で、こう言ってきました。来てる。誰がって聞くと、少し間がありました。あいつ。その声が震えていて、今まで聞いたことがないくらいに弱かったんです。そしてそれだけ言って電話は切れました。そしてかけ直しても、もうつながりませんでした。その後です。まさきが家を飛び出したのは。深夜だったそうです。急に大声を出して、外に走り出して、そしてそのまま道路に出て、走ってきたトラックにそのまま跳ねられた。そう聞きました。ほぼ即死だったそうです。後からその時の話を聞いた時に、一つだけ引っかかることがありました。家を飛び出す直前、まさきが何かを叫んでいたそうです。はっきりとは聞き取れなかったみたいなんですけど、俺じゃないって、そう言っていたらしいんですよ。そしてまさきが死んだって連絡を受けたのは、その日の昼でした。正直、最初は現実感がなかったんです。昨日まで普通に連絡を取っていたやつが、もういないっていうのが、どうしても結びつかなくて。ただ頭のどこかで、ああ、やっぱり、って思っている自分もいました。あの時点で、もう何かがおかしかったのは分かっていたんで。葬式にも行きました。まさきの顔は、思っていたよりも普通で、ただ寝ているみたいでした。それが逆に気持ち悪くて、こいつ、本当に死んだのかって、何度も思いました。その日の夜です。最初に夢を見たのは。暗い場所に女が立っていました。顔ははっきりとは見えないんですけど、髪が異様に長くて、体には白いボロ布みたいなものが巻きついていて、ところどころ破れていました。その中で一つだけはっきりと見えたのが目でした。片方だけ下に垂れ下がるみたいに歪んでいて、ずっとこっちを見ていたんです。だけど何もしてこないんです。ただ立って見ているだけで。そして気づいたら朝になっていました。その時はただの夢だと思ってました。でもその日から毎日同じ夢を見るようになりました。場所も女の姿も全部同じで。ただ一つだけ変わっていったのが距離でした。最初は遠くにいたのに、日を追うごとに少しずつ近づいてきて、1週間くらい経った頃にはもう目の前に立っていました。そこで俺は初めて気づいたんです。その女、ずっと俺のことを見ているんではなくて、何かを探しているみたいだったんです。誰かを。俺はそれに気づいてから夢の感じが変わりました。見られているんではなくて、確かめられているような感じに変わって。それと同時に、現実でもおかしなことが起き始めました。夜中に理由もなく目が覚めるようになりました。時計を見ると、決まって同じくらいの時間で、深夜2時過ぎ。部屋は真っ暗で何も見えないはずなのに、
誰かがいるような気配だけがずっと消えませんでした。それでもその時点ではまだ気のせいで済ませていました。ある日までは。その日もいつもと同じ夢を見ていました。もう慣れていたので怖さはあまりなかったんです。ああ、またこれかくらいに思っていて。だけど女はもう目の前にいました。顔もはっきりと見える距離で。片方の目が垂れ下がっていて、口は動いていないのに何かを言っているように見えました。そこでふっと目が覚めました。暗い部屋で天井が見えて、時計を見るとやっぱり深夜2時過ぎでした。俺は喉が渇いていたので起き上がろうとしたんです。体を動かそうとして、その瞬間に気づきました。動かないんですよ、体が。金縛りとかそういう感じではなくて、上から完全に押さえつけられているような、そんな感覚だったんだ。息も少し苦しくて。そしてその状態でゆっくり目だけを動かして自分の体の方を見たんです。それはそこにいました。夢で見ていた女がそのまま俺の上に乗っていたんです。距離なんてもうありませんでした。顔がすぐ目の前にあって、あの歪んだ目がはっきりと見えました。だけどしばらくは何もされませんでした。ただじっと見られていました。それからゆっくりとその女の口が動いて、はっきりとこう言ったんです。お前違う。その瞬間、体の力が抜けて、そのまま意識が落ちました。次に目が覚めた時は昼でした。13時を過ぎていて、部屋は明るくて。あれが夢だったのか、現実だったのか、俺はしばらくわかりませんでした。ただ一つだけはっきりしていたのは、痛みが消えていなかったんです。むしろその日から、はっきりとした痛みに変わりました。そして病院にも行きました。何軒か回りましたけど、全部同じ結果でした。異常なし、原因不明、それで終わりです。それからもう10年くらい経ちます。痛みは一度も消えていません。慣れたわけでもなくて、ずっと同じまんまなんです。あの夢も今はもう見ていません。あれから少し経った頃に、もう一度だけあの女が出てきたことがありました。その時あいつはこう言いました。お前に子孫繁栄はない。意味は説明されなくてもわかりました。だから俺は結婚していません。というよりできませんでした。怖いんです。このまま何かが続いている状態で誰かを巻き込んでしまうのが。あの場所に行ったのはただのノリでした。自分の限界を試すとか、そんな軽い理由で。でも今思うと、あれが本当の意味での限界だったのかもしれません。俺の人生の。そしてあれから一度も治った日はありませんでした。